させまして、で水でこれが硝酸です。硝酸に15秒ぐらいつけて、こんな感じで。このお湯にちょっとつけて、で光ってますよね。でこれをタオルでここがこうピカピカに光りますね。ここ今適量水入れると、これをここにこう置いてですね、だいたい音で聞き分けるんですね。じゃあ入れていきます。そうですね、この秘訣は高さなんですけど、特にこの東京七宝っていうのは高さがうまく盛れないと色が混ざってしまったり食い込んでしまって色のつき際が他の色が入ってしまうという、ちょうどいい高さに盛るっていうのは難しいところです。こんな感じですね。
じゃあ中に入れます。いいです。ちょうどいい温度ですね。焼くの。いいでしょう。これでどのぐらい焼くんですか？2分ちょっとですかね。こんな感じ。よいしょ。大体これの繰り返しなんですけど、よいしょ。はい。でこのうちの場合は二度盛りという盛り方をしていて、同じ場所を2回盛るんですね。高さを均等にするために。それは普通はやらないんですか？だいたい1回である程度の高さに盛るところが多いんですね。東京七宝って数をこなすためにやる技術が、主流だったので、色1回で持ってしまうんですね。そうすると気泡が開きやすくて製品がきれいにいかないという。竹山さん、この2回目の盛り込みもやっぱりちょっとコツみたいなのあるんですか？スレスレより少し高くなるように盛るというのがコツなんですけど、それもやはり経験をいっぱい積むという以外に方法がないんですけども。
れでちょっと見えますかね。ちょっとあれが落ちちゃってるので、よっ。畠山さん、本当にはみ出さないで作業があれですね、できるんですね。絵の具の量をうまく調節すると流れなくなるんですね。それからあとあまり水のあるところの釉薬を持っていかないという、この 2つの方法で釉薬をこぼれなくします。じゃあ今度3色目を盛ります。畠山さんの作業ってすごい早いんですけども、はい、もう何年ぐらいやられてるんですか？一応50年ほどやっております。50年。はい。でも本当に細かい作業ですよね。そうですね、細かい部分と、粗い部分もありますが、細かいですね。やっぱり畠山さんはこういう細かい作業はもうお好きなんですかね？こういういろんな色をつけるというのは好きですね。でこの、4色目の色を分かれた部分と色の入ってないところに入れていきます。畠山さん、七宝って7つの宝って書くんですけども、名前の由来って何ですか？仏教の用語で極楽浄土を表す金、銀、針、車庫、瑠璃、それから目の真珠といったものが7つ、そういうものを7つのものを集めたほど美しいという意味で七宝焼と言ってますね。日本ではどのぐらいからこれは存在するものなんでしょうか？ですね、奈良県の剣押塚に
から出土したものが一番古いと言われているんですが、特に日本のその七宝がなんていうかな、分かるようになったのは江戸時代の中期ですね。主にその時はどういうものに使われていたんですかね。東京七宝の場合は刀のつとかバッグの飾り、あと着せる喫煙具の飾りみたいなものに使われてましたね。こんな感じですね。ずれてる。ちょっと見ます。よし、これで一応2個目ができたと。これが100、220番ってわけです。昔はね180番っていうのを使ってたんですけど、今180番っていうのがなくなって220番、昔より細かい砥石になってる。おっと、さっきこう縦に研いでたので、横に
うん